皆さん、こんにちは。千本松です。今日は、今年の冬に行く分振りで、この小説の本を作って売りますよっていうことなんですけど、で、もう飛行機のチケットも買っちゃってるんで、半年まだあるんですけど、絶対行きますので、皆さん、文学フリマ11月8日日曜日、私にぜひ会いに来てください。それでこの小説は、もうかなり前に書いたものなんですけど、この主人公のレイミちゃんっていうのがファッションモデルで、この子の14歳から20歳までの小説なんですけど、これをね、直していく作業、見ているとすごい勉強になると思うんで、皆さん小説かなり洗練されてくると思うんで、一緒に勉強していきましょう。で、ここのところは、まあ、ほとんど直してあるんですけど、で、そのレイミ君っていう主人公が、この社長、ファッションモデルの会社の社長、秀樹さんって言うんですけど、秀樹さんのことも好きで好きで好きで、もう会いに行きたくて会いに行きたくてしょうがないんだけど我慢してました。そしたら、社長に会ってしまいましたっていう、その場面なんですけど、まずね、私の YouTube のメインの主張はですね、みんなは一生懸命説明をしている。説明。この上の古い方の、これも説明なんですよ、結局。みんなで食事に行きました。それは高そうなイタリアンレストランでした。で、ああだこうだ。これでも説明続いてますよね。だけど、小説っていうのは説明じゃないんだよ。ちゃんと五感を使った小説らしい書き方をしましょうという私の主張。それでここで変えたのは、まず一番変わったのは、で、この子がもう社長に会ってしまいました、とうとう。誕生日のパーティーで。だから、もうこの会ってしまいましたっていう一番大事なところ、上の古い方では、一番下に来てますよね。でもそれありえないですよね、よく考えたら。だから、社長のことが好きなんだよっていうことは、もう頭に持ってくる。社長に会った、俺はやっぱり社長のことが好きだっていうのを一番上に持ってくる。それから、いらない言葉をどんどん削って、で、社長の隣は真司さん、俺はアクトさんの隣に座った。これ座ったっていう、動詞をつけることによって、行動っていうものが出てくる。ただの説明だけじゃなくて、こういうのはね、すっごい、すごい大事。こういうことをやっていかない限り、私もそうだけど、私たちの小説は、上達していかない。だから、どこが直したのかな、見てみましょう。社長はいつもみたいにスーツを着ていた。スーツってのは、着るのが当たり前だから、着るって書かなくていいんですよ。社長はいつもみたいにスーツだった。それでいい。ということがこの辺です。このページは奇跡的にあんまり直すとこがないんですけど、これね、レイミ君がだいたい15、6歳の時のあれなんですけど、それで15歳の男の子が、俺はもっぱらっていうことを言うかなっていうことを考えると、ちょっとやっぱりまだ子供だから変えてみましょうよってこと。俺はずっとアクトさんと話していましたよっていう。それで最後の文、社長が少し改まって発言した。で、私はどう直したかというと、社長が俺をまっすぐに見た。発言はまだいいんだけど、言うとか聞くとか見るとか、そういう当たり前の動詞を最後に持ってこない。それは、ものすごいセンスを磨かなきゃダメなんだけど、三島由紀夫はね、それがうまいんで、彼の本をザザッとピラピラってめくってみると、かなり参考になると思います。ここは会話なんで、会話っていうのは短ければ短いほどいいんですよ。だら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 喋らない。きちっとまとめる。でね、会話っていうのはみんな小説の一部だと思ってるかもしれないけど、会話っていうのは実はストーリーの流れを止めているんですよ。だからね、会話が続くとストーリーが止まっちゃうんですよ。実は。よく考えないとわかんないけど、そういうもの。それでどこを削ったかということを真面目にやっていくと、古い方から、こないだ、
こないだって別に言わなくても、最近のことに決まってますよね。だから、この間っていう曖昧な、こういう曖昧な言葉は全部削る。そうすると小説がシャープになっていく。で、この間、レイミのご両親と会ってお話をしてきた。お話をしてきてを削りましたね。別に会ったら話をするに決まってるから、こういう当たり前のさっきのスーツを着ていましたみたいな。スーツは着るのが当たり前だから、スーツでした。それで、2行目、俺は社長がこれから何を言うのか全然見当もつかない。これもいらないですよね。別にそんな大したことじゃないので、これは全部削ります。で、次の行、あちらは君に帰ってきてもらいたいそうだ。あちら、ここも削ったのか。ここも削りました。君に帰ってきてもらいたい。帰ってと来てとか、動詞が重なっちゃうと、大抵どっちか取れるんですよ。動詞ってなかなか、つなげるとまたるっこしくなっちゃうね。それは取りました。それでもって、その次も、もっとすっきりさせて、いらない言葉を削って、で、レイミちゃんがね、喋ってないで、これ思ってることですよね。俺はその申し出に驚いて、下の方を読むと、俺はその申し出に驚いて、まさか俺の両親が俺のことを受け入れてくれるとは全く想像しなかった。だから、かなり洗練された書き方、それで全く思っていなかったっていうのが前の書き方なんだけども、思っていなかった。だから思ってっていう当たり前の動詞を持ってくるんじゃなくて、全く想像してなかった。結構自然ですよね。全く想像してもいませんでしたよって。それで一番最後の社長の言葉、君のご両親にやっぱり君が、やっぱりっていうのは曖昧な言葉ですよね。それを削る君がちゃんと高校卒業してくれるまでっていうのもかなりまどろっこしいですよね。だからこれも取りました。ご両親は君がちゃんと高校を卒業するまで親の責任を果たしているらしい。で、ここはかなり削りました。この削り方を、しっかりちゃんと読んで、ビデオを止めて、味わってみてください。ここも会話が続くんですけど、さっきのページもそうだったけれども、会話の間に、会話じゃない独白を入れるっていうのは、すごい会話を切っていくっていうそのテクニック、ずらずらずらと、ずらずらと会話だけを続けない。それでね、このページはね、何をしてるかっていうと、情報を足したりとかもしてるんだけども、何をしてるかっていうと、誰が喋っているか分かるように書く。この古い方の下から2番目、社長が言うってわざわざ書いてありますよね。で、社長が言うって書かなくても、絶対社長が喋ってるって分かるような書き方をしていく。それもね、勉強していけばね、なんか分かる。だから、その下の新しい方の1、2、3、4、5行目5行目も社長が喋ってるんだけれども、絶対社長だって誰にでも分かるような書き方をしている。で、大体ここは、レイミ君、その次社長、それでレイミ君、また社長って順番になってるから、わざわざ言わなくても絶対誰が喋ってるか、わざわざ言わなくても絶対分かるようになってる。それで私はその上の方では、上から3行目、俺は親に捨てられたって大声で泣きわめいた時のことを思い出した。これを一番最後に持ってきました。そして情報として、てん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 。で、てんてんね、最近よく使うんで、ちょっとてんてん加えてるんですけど、てんてんてんで、一番最後、あれはアクトさんと初めて会った日だった。で、なんでここを移動させて、あれはアクトさんと初めて会った日だったっていうことを加えたかっていうと、この先にアクトさんとの会話が出てくるんですよ。だからアクトさんが喋ってるって言わなくても、ここで、もう、アクトさんが出てきたなっていうことがわかるという、このスムーズな会話の流れこれはね、
難しいんで、私と一緒に勉強しましょう。ここも会話ですよね。で、古い方の一番上、アキトさんっていうのはね、メイクアップアーティストで、よくレイミさんと組んでいろんな作品を作っているっていう設定なんですけど、アキトさんもこう言ってくれる。ここに言うというつけてはいけない当たり前の動詞が入ってますよね。で、新しく書いたのは下の方を、アキトさんと俺はいつもファッションの共犯だった。一緒にいつも作品作ってますよっていうことですよね。で、次の行は、だんだん男になってるんだよ。もう女の子の格好をするような仕事はないだろ。だから、この一番頭にアクトさんもこう言ってくれると言っているの代わりに、アクトさんと俺はいつもファッション共犯だった。そしたら次はもうアクトさんが言ってるのに決まってますよね。それで、だんだん男になってるんだよ、上の方。もう女の子の格好をするような仕事はないだろ。レイミちゃんは女の子より可愛いから、よく女の子の服着せられて、CM とかに出ていますよって話で。で、次にまた、レイミちゃんの思考が入っている。これもやっぱり会話がずらずら並んでいかないようにここに挟んである。減ってるけどまだあるし、俺嫌なんだけど仕事だから、確かに以前より真剣に仕事をしている。で、またここにアクトさんが言ってくれる。これ言ってくれる、言わなくても、次は絶対アクトさんだっていうことを分かるように書く。で、下の方、もうほとんどメンズの仕事だろ。レディースは卒業だろ。これ結構洗練されてますよね。ファッションっぽいメンズレディースで、その下、そうでもないけど、これも思考ですよね。もう嫌がってわめきはしないけど、俺は少しずつプロフェッショナルになっているんだ、みたいな。そして、アクトさんが髪を伸ばしてみようよ。で、オリジナルの方は髪を伸ばしたら逆に男っぽくなるよ。髪を伸ばしてみようよ。っていう、こういう提案、この会話の流れ、逆に男っぽくなるよ。そういう細かいところに才能が見える。自分で言うのはなんだけど、髪を伸ばしたら逆に男っぽくなるよ。髪を伸ばしてみようよ。それでその次、社長がこれからどんな仕事をしたいか聞いてくれた。この聞くっていうのもね、当たり前の動詞だから、なるべく切る。これね、作品としてはね、300枚ぐらいなんだけど、400字詰めで、文字で7万5千ぐらいで、7万5千の中に、聞くっていうのを動詞使っていいのは、多分2回、3回はダメなの。2回なんですよ。それほどね、それほど厳しいもんなんですよ。社長がこれからどんな仕事をしたいか聞いてくれた。俺はそんなことを考えたこともなかったから、思わずアキトさんを見た。そして下の方、社長が、俺にこれからどんな仕事をしたいのか、俺の意見を求めてくれた。意見を求めてくれた。これ結構、かっこいい、かっこいい言い方ですよね。そんなこと今までなかった。で、オリジナルは、俺はそんなこと考えたこともなかった。そんなこと今までなかった。それで十分ですよね。いらないところを削る。来る仕事をこなしていただここは、付け加えた情報、来る仕事をこなしていただけ。共犯のアクトさんに意見を求めた。ここはね、次がアクトさんだっていうことがはっきりしないから、ここのところだけ、共犯のアクトさんに意見を求めましたよっていう、これは、ちょっと、まあ、たまに出てきてもいいかなっていうやり方ちゃんとこの人が喋ってるんだよっていう、ということは、できればあんまりしない。誰が喋ってるか分かるようにする。ということです。で、これまだ1回目の校閲なんで、まだこれからきっと変わると思うんですけど、で、ここもね、いろんないらない言葉を抜いている。上から。レイミは、ハイファッションがいいよ。この間すごくプロフェッショナルだった。乳首出してた写真とアクトさんが言います。すると、下、レイミはハイファッションがいいよ。パリコレのデザイナーとコラボできるんだから。これはね、情報としてね、ここにあるとね、非常に、かっこいい
パリコレのデザイナーとコラボしてるんだから。で、乳首見えてた写真、乳首出してたって言うとなんかやらしいから、乳首見えてた写真、媒体にもかなり出てた。で、それは私が一言加えた情報ですよね。いろんなとこに、ファッション雑誌とか、コマーシャルとか、いろんなとこに出てましたよ、みたいな。やだ、恥ずかしい。なんか15、6歳の男の子がやだ、恥ずかしいって言うかなって私まだそれ考えてるんですけど、もしかしたら変わるかもしれない。それで、レイミちゃんが上の方、その社長がもう一度聞かない。ここは削る。一回でいい。そしたら、下、今思いついたけど、家に帰ったらピアノがある。毎日ピアノが弾ける。と、レイミさんが言います。そして、私は一つ情報を加えて、この頃はアクトさんの家のピアノをたまにいじっていただけなんだよって。アクトさんの家にはピアノがあるから。それで、ピアノでたまに、それでアクトさんの家っていうことが下の方に書いてあるんで、その次は、アクトさんが喋ってるんだなということがわかる。レイミはびっくりするほど上手ですよ。これも書いてるんだけど、上の方では、レイミはびっくりするほどよく弾けますよ。これも後で変えるかもしれないけど、びっくりするほど上手ですよ。なんかもっといい言い方があるような気がする。で、上の方、社長は何かを考えている様子だった。こういうのを入れないと、会話が続かないようでは、まだ甘いんですよ。それで、下の方ではこう直しましたよ。社長が嬉しい計画を教えてくれた。嬉しい計画を教えてくれた。まだ三島由紀夫には届かないけども、社長は何かを考えている様子だった。こういういらない書き方する人がね、本当に多いんですよ。だから、そういういらないこと、何かを考えている様子だったっていうのは、本当になんか、どうにもならないようないらない書き方ですよね。でもね、社長が嬉しい計画を教えてくれたっていうのは、まだ甘いから、2回目、3回目の構成で多分変える。そして一番最後の上のとこ、うちのサイトのポートフォリオのために動画を作っているんだけど、例見るのはピアノを弾いているところにしようと社長が言いました。そして、一番下、スケルツォのサイトに動画を加えているんだ。レイミはピアノを弾くといいねっていう。レイミはピアノを弾く。それでなんで変えたかっていうと、これね、のが3つ続いちゃうっていうのはやっぱりまずい、文法の、美しい文法の書き方としては。だから、全部順番を変えましたよ。で、せっかくスケルツォっていう名前のある会社なんで、スケルツォのサイトに動画を加えてるんだ。レイミはピアノを弾くといい。そうしよう。という、この、のは、なるべく重ねない。よっぽどリズムをとって、その目的のために書いてる時以外は。そういうことで、だいたいどういうところが余計なところだった？どういう風にすればもっといい言い方ができるようになった？そういうのを見てもらったと思うんですけど、あと会話は結構やりましたよね。そういうことで、今回は終わりにしますけど、文学フリマ、絶対行くんで、もう日本3年行ってないんで、絶対行くんで、皆さん見に来てください。ということです。そのうちもっと詳しい情報もお伝えします。それでは。